どこまでいけるかな、私たち。そうだな。じゃあいつもひよりちゃんやめぐるちゃんみたいになれたらって毎日いろんな瞬間に思うんですけれど、めぐるちゃんになれたらお話が上手で、こういう時にパッと明るくできるのかも。だけどひよりちゃんならこの気持ちを丁寧に伝えられて、やっぱり選べません。私もどっちかなんて選べるかな。はい、そう思っていました。それでも質問の趣旨を考えて選ぶなら、私はマノになってみたいです。好きなことを思い切り楽しむ姿が印象的で、一度マノの目線で世界を見られたらと思います。あります。マノってすごくあったかいんです。周りの人にもだけど、鳥とか自然とか全部に対して優しくて、日和も違った優しさを持ってるんです。ちゃんと相手を思うからこそ言えることがあって。めぐる、それだとまたどっちにもになっちゃうよ。自由に。はい。ダンスの振りは事前にもらっていたから大丈夫。でも動画の締めどうしよう。何か一緒に決めておかないと合わせられるかわからないし。ショート動画のダンスのことでお話が。いえ、そうではなくて、練習はしたいのでそれはそうなんですが、こういう動画撮影の経験があまりないので、打ち合わせをお願いしたいのですが。気使ってもらってる。そうじゃなかったつもりなんだけど。こういう時めぐるになれたら。アンケート悩む。一人でじゃなかったらいっぱい思いつくんだけど、マノは見たい鳥がいそうな場所から考えるのかな。日和なら綺麗な場所をたくさん知ってるだろうし。今だけでもマノか日和になりたい。大
大丈夫。あ、日和ちゃん、何か心配事？ああ、そんな大したことじゃないんだけど、この前一人の現場でだからその時めぐるになれたらもっとうまくできたのになと思って。私も日和ちゃんになれたらってこの前思うことがあったんです。そうなの？覚えてるかな、ラジオ番組に呼んでいただいた時のこと。お世話になったディレクターさん、世界の名所を紹介する番組を作ってるんだって。日和がいろいろ知ってたおかげで話が弾んでたよね。あれはたまたま知ってただけだよ。あの時の日和ちゃんかっこよかったよ。いろんなことを知っててすごいなって思ったね。私もマノの気持ちわかるな。ないものねだりなのかな。ごめんなさい。大丈夫。体が覚えてる動きと違うことをするの難しいもん。セットリストに合わせて変わったところだもんね。部分練習と流れでやるのは感覚も違うし、はい。ありがとうございました。予定より進まなかったね。私がごめんね。次までにはできるようにするから。ごめん、私の方が全然できてなかった。一つ迷うと全部に響いてた気がする。ごめんね、私もたくさん間違えちゃった。でもね、3人で一緒に練習する時間が増えるって思ったらみんなでまた頑張れる気がしてくるんだ。だから今日はおあいこってことでどうかな。めぐるちゃん、3人で一緒に。そうだね、時間も限られてるから一回一回を大事にしよう。ダンスの先生に動画をもらったよ。これで各自復習しよう。ありがとう日和。よく見て練習します。細かいところでも何か気づいたらここで連絡しよう。プロデューサーさん、この後レッスン室が空いていたら使わせていただけますか？
ロデューサーさん、ありがとうございます。ライブの準備少し遅れていて、不安な気持ちもほんの少しあるんですけれど、練習もっと頑張りたいって気持ちの方が強くて、だから大丈夫です。ご心配をおかけしてすみません。追いかけて追いついてちゃんと並べるように。そうでしょうか。はい、よろしくお願いします。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイト。ワン、ツー。違う。この前も腕の角度が。やっぱり前回のレッスンでも甘かったところだ。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイキリキリして余裕のない顔。こんな顔で練習してる人が隣にいたら余計不安になるよね。二人と過ごすうちに変われたところもたくさんあったはずなのに、成長してないな。あ、練習。3人の練習が増やせるようにプロデューサーさんに相談してみたよ。スケジュールを一緒に見直そうだって。ありがとう。私、明日プロデューサーに会うから直接話し合ってみるね。ひよりちゃん、めぐるちゃん、頑張ろう。3人で一緒に。マノ、めぐる、眩しいな。大丈夫。ワン、ツー、スリー、フォー。5曲目中盤で揃わなくなるところ、その前の入りが遅れてるみたい。拍の頭できっちり揃えられたらその後もスムーズにいけそうだと思う。ひよりちゃん、ありがとう。次までにしっかり練習していくね。ここ、体力的にへばっちゃってるのかも。持久力アップも頑張ってみる。確かに私も基礎体力上げるようにする。おはよう。早いね。そっか、バスケ部大会近いの？朝練合宿。引き止めちゃってごめんね。
私たちも最終調整だ。マノ、日和、提案があります。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。本当は合宿もいいなって思ったんだけど、ちゃんと時間が合うのはそこかなって。スケジュールを調整してもらってレッスンや練習も増やしてもらったけど、これは私たちがライブに向けて大丈夫ってなるための時間なの。だからお願いします。はい。マノと日和と相談して3人で決めたことです。3人並んで一緒にステップを踏む音が重なれば重なるほど、もっと遠くだって照らせるくらい輝くアイドルになれる気がするから。プロデューサーさん、今のどうでしたか？プロデューサー、本当にありがとうございました。朝早くからずっと付き合っていただいて。受け止めてくださってありがとうございます。プロデューサーがいるからこういう大切な時間ができたんだもんね。正直一人だったらこんな風に乗り越えられなかったよ。でも二人のことを考えると自然と前を向ける感じがする。二人が前を向いて走っていく姿が眩しいから、並んで立つにふさわしい私にならなくちゃって。日和ちゃん、私も綺麗で温かな光に追いつきたくて、もっともっとって。やっぱりないものねだりなのかもしれないけど、私はマノにも日和にもなれないから、一緒に隣に並びたいんだと思う。そうだね。なりたいけどなれないから。だから3人一緒なんだ。プロデューサーさん、すみません。行ってきます。
くれてるね、二人とも大丈夫？いつものやろっか。初めてエンジンをやったあの日からこの感覚はずっと変わらないな。3人一緒ならどこまでも行けそうだって感覚。いきなりごめん。でも今そう思ったんだ。日和。重なってるよ、気持ち。どこまで行けるかな、私たち。そうだな。じゃあどこまでも。それ答えになってる？お願いします。それじゃあ宇宙の果てまで。輝きをみんなに届けよう。イルミネーションスタート。これからも互いの光を眩しく思うのだろう。なりたいけどなれない。それが分かっている私たちは手を伸ばし続ける。3つの輝きを反射し合って遠く遠く。暗闇を切り裂いてまっすぐ降り注ぐように宇宙の果てまで。